りがとうございます。どうぞ。どうもご視聴お気にありがとうございます。玄関のしつらい可愛いお雛様でしたね。ありがとうございます。ちょうどお雛さんっていうことも今ありまして、京都ではですね、3月の3日がお雛さんなんですけども、旧暦に向かって片付けるのを、ちょっと伸ばす風習がありまして、約小1ヶ月から1ヶ月、皆さん飾っておられるところが多いですね。それはやっぱり1年に1回しか、出さないということで、ちょっとでも1日でも長く置いときたいという気持ちがあるからではないのですかね。日本料理アカデミー監修のズバリ日本料理、今日は第1回目ということで、京都の祇園佐々木と言いますけども、今日はちょっと春野菜を使った一品をご案内したいなと思います。どうぞ一つよろしくお願いします。こちらですね、春野菜の代表ばっかりを選びました。ふき、たけのこ、うるい、菜の花、そして魚の主役は鯛ですね。桜鯛と言います。この桜鯛なんですけども、スーパーとか百貨店どこでも手に入る食材の一つで、春になるとすごく漁獲量が増えて、すごくおいしい、魚の一つでありますので、ぜひ、今日はこの春野菜と鯛とを合わせた料理を、ご案内しますので、どうぞ皆さん作ってください。まず下処理なんですけども、これから湯していくものは湯していくんですが、まず鯛のことを説明します。こちらの鯛なんですけども、普通は塩をして、6時間置いたり8時間置いたりするんですけども、塩の方が一定しないっていうことをよくお聞きしましたので、今日は塩麹ですね。塩麹に6時間漬け込みました。漬け込み方は、ガーゼとかもう何もいらなくて、市販の塩麹を買ってきて、それに、魚の切り目を器に合わせた切り目を切っていただいて、それに、上下塩麹に、漬け込んだと、いろんなことを僕やってみたんですけども、一番均等に塩が入るのと、なんといっても体にいいですね。麹菌を体に入れるとやっぱり体も元気になると、胃腸がすごく元気になると、いうことで、今日は6時間つけました。味の濃いのがいい方は8時間でもいい良いかと思いますし、4時間でもいいと思います。今日は中を取って6時間にしましたね。これちなみに液体の塩麹とかでも市販で液体の塩麹も売ってますので、その塩麹に、液体でも全然大丈夫です。ただ液体の場合は浸透圧が早いので、4時間から5時間で僕は大丈夫かなと思いますね。もう一つは春野菜ということで、全て繊維質です。繊維質を体に入れると、冬場に食べたいろんな食物、これに対しての胃と腸の洗浄が始まりますので、そこの繊維質をいっぱい食べていただいて、でこの麹菌を体の体内に入れてもらうと、より一層体は元気になるという一品でございます。じゃあ早速作っていきます。よろしくお願いします。ふきの方なんですけども、これはもう下処理、簡単にいきますね。家庭ではなかなか鍋の大きいのがないので、これぐらいにカットしていただいて、鍋に入るような感じでカットしていただいて、これを塩します。結構塩してもらっても大丈夫です。なぜかというと、この塩の浸透圧でちょっと皮を剥きやすいようにするということですね。で、ちょっと時間を経ってしんなりすると、ここに、入れていきます。必ず沸騰させてくださいね。沸騰したお湯の中に、入れていただいて、色よく仕上げたいなということで、必ず沸騰はさせてください。でこれ湯がくんですけども、できたらちょっと半生っぽいの方が後の料理の工程としては
すごく美味しく仕上がるので、これ湯がいたろっていうんじゃなくって、色よく仕上げていただいて、要するに皮を剥きたいだけですから、繊維を取りたいだけなので、あんまり湯がく工程じゃなくって、半生で仕上げてください。時間にすれば沸騰したとこに入れます。入れてまたこうやって再度沸騰していきます。ここで、約そうですね、15秒もあればいいかなと。もうこれでちょうど色よく仕上がってます。これでもう十分ですね。これがふきの下処理でございます。こう手でもいいんですけど、こう簡単に皮がむけますね。簡単に皮がむけます。色よく、そして皮がむけるという。僕はふきが大好きで、この香りがよろしいね。春の香りというか、草原の香りというか、もう春の代表的な僕は野菜かなと僕は思います。これ行さん、ふき買うてきはったら、これえらい残ったなって言わはったら、同じここまでの工程にして佃煮に煮たかはっても美味しいと思いますよ。ぜひ試していただければと思います。こんな感じで、ふきの切り方なんですけども、別にこう切ってもらってもいいですし、こう切ってもらってもいいんですけど、食感もありながら綺麗に、仕上げたいプロとしてこういう感じでくるくる回しながら切ると、これ乱切りっていうんですけども、ちょっと綺麗ですよね。乱切りって言います。これが下処理ですね、ふきのね。これでふきの工程が終わって、その次、今のスーパーでも、買い求めできるうるいっていう野菜ですね。これも春の代表的な野菜です。これは下処理なしにします。っていうのは食感がすごく大事なので、これはだいたいふきの長さぐらいですね。こう切っていただいて、これはもう直で炊いてしまいます。これ下処理なしですね。そこに、たけのこ、ちょっと今回は水にしたんですけども、このたけのこなんですが、もう水煮してますので、だいたいこれぐらいに3つぐらいに切っていただいて、これぐらいでいきましょうか。で、菜の花なんですけども、あんまり長いと、この軸が長いとちょっと持った時に見栄えが悪いので、まず下をちょっとだけ切ってください。で、僕たちはどうして使うかっていうと、葉っぱを全部こうやって取ってしまって、葉っぱは葉っぱで切ってこういう下処理をするんですが、ここまではもう僕は耐えてしまうのでいらないと思うので、下だけカットしていただいて、切り口が汚いので、もう真ん中でスパッと切ってくれはったら僕はいいかなと思います。これで、野菜の下処理は全部終わりました。すごく簡単やと思います。ちなみに今回のいろんな山菜の中でこの4種類を選んだのは何か理由があるんですか？はい、まず今回この4種類選んだのは、やっぱりこれ全部代表選手なんですけども、たけのこ、やっぱりこれ、3月から4月にかけて、いろんなところでたけのこが出ます。まず買い求めやすい、甘い、それとたけのこ見るとやっぱり、春やなという気持ちになりますよね。あともう一つ、菜の花もそうなんです。菜の花見ると、ああ春が来たなと。そこに合わせたのは食感です。うるいっていうのは無味無臭なんですね。でも素晴らしい食感があります。シャリシャリとした。でこれの食感を味わってもらって、
もう一つは香り、吹きですね。吹きはすごく先ほども言いましたけども、春の香りというか草原の香りというか、すごく香りがいいので、色目、春っていうのはやはりグリーン芽吹きですから、その色合い色彩を選んだのと、あともう一つは食感、それと繊維質がいっぱい持ってるもんですね。それで、今回はこの4種類を選びました。で、もう一つの魚の主役はこちらタイです。もうこれちょうど6時間塩麹につけて、ちょっとこうしっとりしてるの分かりますかね。しっとりしてます。裏もこうしっとりこう、塩麹につけることによって浸透圧が、入って魚の生臭みを出してくれて、で身を引き締めてくれて、なおかつタイの味を引き上げてくれるというのが塩なんですけども、そこに麹の力を入れて、もうこれ焼いただけでも食べられるんですけどね、それだけではちょっと芸がないので今日は野菜と合わしました。塩麹につけた後には、はい、拭き取るとか洗うとかっていうのはされるんですか？本当にいいのはこれ今回これ水で洗って拭き上げたんですけども、別にここに麹ついててもいいと思いますよ。ただ麹つけて焼くときは火加減がちょっと注意で焦げやすいんで、だからその辺はちょっと気をつけてもらったらと思います。でも液体の塩麹、それやったらもう普通にタオルで拭いてもらうだけで十分やと思いますんで、はい、お好みによってということですね。じゃあ早速作っていきましょう。すごく簡単な工程です。あとは細くするわけですね。ちょうどいいとろみが出てきましたよね。言いたかったそうですね。